こんにちは、藤正酒造の社長を務めてます、大谷教授です。よろしくお願いします。藤正酒造の店長を務めてます澤田由香と言います。よろしくお願いします。藤正酒造1866年創業、今年で155年目になります。ずっと静岡県の富士宮市で酒造りを続けています。今年去年から9代目になって酒造りの方が変わって、杜氏も蔵元杜氏として若い蔵人たちで酒造りを進めています。私は昨年からこの蔵の社長を務めてますけども、業界はもう27年28年になります。種類の問屋からずっといろいろ経験しまして、で昨年縁あって、この歴史のある蔵の社長になって、かなりプレッシャーありますけども、従業員の子たちも自分の子供でもおかしくないぐらいの年齢差の子たちを、自分の子供を育てるように、お酒の質も向上しつつ、従業員の質も向上するように、日々努力してます。女性の方にも勧めていきたいし、若い方にももっと飲んでいただきたいっていう思いがあって、朝霧高原に移転をしてきた時、この新しい売店ができたので、じゃあここでちょっと働かせてもらって、それと同時に利き酒師の資格なんかも取って、やっぱりもっと発信をしていきたいっていう思いがあって、ここに入りました。ここに今4種類紹介させていただきますけども、これ今期の作りで一番最初の新酒ですねの第1弾。これあえて純米大吟醸、香りのあるタイプのお酒をちょっと甘口ですけども、女性でも飲めるように元旦に発売してます。でこれは中身は純米吟醸の、直組といって絞って、それをそのままタンクに入れずにもう瓶に直接入れるという、そういうのにちょっと変わった詰め方をして、でも絞ってそのままのフレッシュ感が残ってて、これは200本限定で毎年出しております。昨年ちょっと新しい新商品で出したんですけども、特別純米酒ですね。これはもうお酒好きな方が冷やで飲んでも缶で飲んでも食中でぴったり合うお酒に出来上がってると思います。やや辛口になってます。静岡だと見慣れないかもしれないですけど、これ夢中って読むんですけども、朝霧の霧にかけての夢中ですね。でこの名前をこれを書いた、この筆字で書いたのも従業員の女性が書いてるという。ですからこれはもう本当に自分たちでみんなで作ったっていう、そういう商品になりますね。静岡県のありとあらゆるおつまみを紹介しています。くぬぎ養豚所っていうくぬぎマスを使用したニジマスの缶詰になってますね。川魚結構敬遠される方多いんですけど、これ全然香りが川魚っぽくない香りがあるので、味付けもすごいしっかりしてあって美味しいです。炊き込みご飯とかにしてもすごい美味しいのでおすすめしてます。富士山の恵みの、お水がこの蔵の裏側ですね、120メーター地下から掘って汲み上げた水を一回ここ入れまして、でここから蔵の中へ引き込んでるというような。コロナの影響で作りの量も残念ながらちょっと減ってしまってるんで、通常ですと機械で絞るところをもう全て今年はこの手作業で蔵人みんなで一晩中かかって絞ってるっていうような形で、なんとかコロナに負けないようにお酒を作るように頑張ってます。藤正酒造の田野明則です。今年から、社内杜氏として、蔵をやってます。こちらが船絞り機になります。うち今年からちょっとやり始めたんですけど、手で締めながら機械で締めるとかなりの圧力がかかるんですけど、手でゆっくり圧力をかけながら徐々にお酒を出していく千枚の機械になります。米を洗う機械になります。ウッドソンという会社のものを使ってまして、ここで米を循環回して洗うことになります。こちらは泡割り静岡県の工房を使っているので、多少泡が見えてます。30日ぐらいを目指して絞りをするので、3分の1ぐらい今経過しているところです。糖菌っていう菌があるんですけど、その菌が一応麹菌の邪魔をしてくるっていうことで、うち室っていう麹の
麹を成熟する作業があるんですけど、その作業中は納豆を食べないようにっていうのがこの蔵人の風習。うちも一応納豆は食べてないです。大きい布は古式と言われるお米を蒸す時に使われる布になります。かなり大判です。で、今朝に使った後なので、すごいお米の甘いいい香りがする布です。一つ一つ使った道具は全部洗い上げていくので、午前中はこういう力仕事があって、午後はもうほとんどお掃除だったりとか、こういうきれいにするっていうところに注力して酒造りも進んでます。見てあんまり分かんないんですけど、地面が少しだけこう中心によって斜めになってます。で、これは水はけを良くするために、中心に向かってここの排水溝に水が流れやすくするために。料理と合わせて、飲むのに一番いいと思ってるのはこの特別純米です。冷やでも缶でもいけるんで、西伊豆の塩カツオ、あの辺をつまみにこう缶酒で飲んでるともう止まんなくなるようなお酒ですね。私もこれは止まらなくなるお酒ですけど、藤正の誉富士の純米吟醸酒になります。純米吟醸なので皆さん冷やでしっかり冷やしてって言うんですけど、私はこれ常温で飲むのがおすすめです。味がすごく広がるのでお食事ともとても合わせやすいです。で、これ誉富士作ってるところが上野という地域で、さっき紹介したニジマスの缶詰も上野で作ってるもので、それと合わせるともう本当に止まらなくなるので、どっちが先にニジマスが終わるかこっちのお酒が終わるかっていうくらいに飲みやすいお酒なので、そう常温で飲んでいただけるととてもいいお酒だと思います。